はい。というわけで皆さんどうもこんにちは。オックスアートでございます。さて、今日はですね、僕が普段、そのワンオペで映像制作をしている中で、これはちょっと欠かせないなと、思って、いつも使っている、アクセサリーを5つ紹介していきたいなというふうに思います。欠かせないって言ってるぐらいなんで、そんなちょっとマニアックな製品ではなくて、きっと皆さんも、似たようなものは使っているんだろうなというふうには思うんですが、もしね、まだそれらの製品持ってないということであれば、ぜひね、参考にしていただければなというふうに思うので、はい。では最後までお見逃しなくということで、今日もやっていきたいなというふうに思います。じゃあそしたらね、まず最初に皆さんにご紹介したいのはこちらですね。こちら、ロードのワイヤレスプロっていう、いわゆるワイヤレスマイクになります。僕がこのワイヤレスプロに最近乗り換えた理由っていうのが、大きく2つあって、で1つはやっぱりなんといっても32ビットでの、録音に対応してるってことですね。32ビットで録音ができるっていうことは、どんな音でもちゃんとしっかり記録できるんですよ。例えば録音レベルの設定ミスっちゃってて、マイクで拾った音が全部割れちゃってたなんてこと経験あると思うんですよね。初心者の方とか、僕も最初の頃やらかしたんですけど、そういったことが発生し得ないんですよ。いわゆる写真でいうところの、ローで撮影してるような感覚ですよね。後から、どんなにでかすぎる音でも、音量レベルをぐーっと下げてやれば、例えばハイライトで飛んじゃったのを、ぐっと下げてね、やればちゃんと戻ってくるみたいな、ちょっとロー撮影の感覚に近いかなっていうものなんですよ。その録音レベルの設定でのミスがほとんどなくなるっていうのは、これはね、相当でかいメリットかなと思ってて、それがもう最大の理由でこれに乗り換えたっていうところがあります。で、このワイヤレスマイク、ここにね、マイクがついてるんですけど、このね、サウンドクオリティもなかなか高いかなというふうに思ってます。このロードワイヤレスプロなんですけど、一応ね、公式では250メートル先まで声が届くということなんですよ。どうした？小銭ある？うん。小銭ちょうだい。リコさんのお財布です。何ですか？ガマ口。小銭はね。うん。カフェラテにしよう。よいしょ。ラテ。じゃんじゃん。どう？聞こえてたかね？多分200メートル近くはあると思うけど、はい。で、ここのマイクを使うっていう場合は、この辺りにね、マグネットとか、クリップとかでくっつけて使うっていう、やり方をするんですけれども、ただね、ちょっと意外と結構ね、サイズがでかくて、ごつかったりするので、僕の場合はピンマイクを使って使うことが多いんですが、このワイヤレスプロには、このピンマイクが2つ付属してくるんで、これもすごいいいなと思うんですけど、何が一番いいって、このね、ちゃんとね、ピンマイクをこうやって挿した時に、ネジでロックするシステムがあるんですよ。これね、ないワイヤレスマイク意外と多いんですよね。これがしっかりついてるっていうのもポイント高いですね。はい。で、このワイヤレス GO Pro はその32ビットフロット以外にもう一つ大きい売りがあって、タイムコードに対応してるっていうことなんですよね。で、このタイムコードがないワイヤレスマイクを使ってる人って、パソコンに取り込んでダヴィンチとかだったら、オーディオの波形で、その、音声をシンクするっていう方法をやってたかなと思うんですけど、あれだとたまにやっぱ微妙にずれてたりっていうことが往々にしてあるし、あとはその環境音がね、すごくワンワンうるさいところだと、その波形が全然マッチしなくて、シンクできないなんていうこともあったりすると思うんですけど、それがタイムコードだと起こらないので、すごく便利です。もしね、ちょっとワイヤレスマイクまだ持っていないという方や、ちょっと古いものからこのアップグレードを検討しているという方はですね、僕は今のところこのロードのワイヤレスプロが一番おすすめかなというふうに思います。はい。で、次に紹介したいのが、こちらになります。なんだこれっていう感じなんですけど、これはね、三脚のマウントになるんですよ。で、どういうものかっていうと、ちょっと見てもらった方が早いかなと思うんですが、よいしょ。はい。ここに三脚があるじゃないですか。この頭部分、いろんなものがあると思うんですけど、これをパッパ切り替えて使いたいじゃないですか。それ用に三脚を何個も並べておくっていうのもやっぱりちょっと邪魔くさいんで、そこでこいつをまず三脚側に取り付けておいて、
でもう一つね、ペアとなる、パーツがあるんですけど、これをボールヘッド側に取り付けておいて、そうすることによって、こんな感じでガチャッと、はめ込むような形で取り付けることができます。毎回このね、俯瞰撮影なのか普通の三脚なのか、あとはちょっとこれも後で紹介したいんですけど、こういったねスライダーとか、これをもう毎回こう取り替えるのってほんと面倒なんで、これがあればもうカチャッと、はい、よいしょ、はい、こんな感じですぐにもう切り替えて使えられるっていうの、これがね地味に便利なんですよ。っていうような、いわゆる、三脚用のマウントっていうのがこのアイフッテージの製品になります。正式な製品名忘れちゃったんで、この辺に出てると思うんですけど、これおすすめです。ここで皆さんにね、ちょっと動画用アクセサリーってわけじゃないんですけれども、ただ映像クリエイターの方であれば、これなくてはならない音楽サービスを紹介したいなと思うんですけれども、それが本日のスポンサーであるエピデミックサウンドになります。エピデミックサウンドは個人商用問わず使えるハイクオリティでロイヤリティフリーな、音楽やサウンドエフェクト、これをね無制限にダウンロードして皆さんの動画で使える音楽サービスとなってます。自分の作品とかで彼らの楽曲を使ったりすると、そのレベルが一段上がったなっていうような本当感情を受けるし、実際に公開させてもらった作品とかでエピデミックサウンドの楽曲を使ってると、必ずと言っていいほどコメント欄にその楽曲なんていうタイトルですかなんていうような質問をいただくので、本当にね、もう僕だけじゃなく、聞いた方みんながそれは認めるようなクオリティなのかなというふうに思います。エピデミックサウンドはやっぱりね楽曲がすごく探しやすいと思ってて、例えば僕の YouTube チャンネルとかで使われている楽曲とかっていうのを解析して、こんなのあなた好きですよねみたいなことを、提案してくれたりするんですよ。それがね本当便利ですごくね楽曲を探す時短にもつながるし、でさらに例えば撮影から帰ってきて撮ってきた動画素材っていうのを、一部でもいいんでエピデミックサウンドにアップロードすると、動画ファイルの中身を解析して、こんな雰囲気の曲だったら合うんじゃないのみたいなことを提案してくれるんですよ。意外とこういう組み合わせもありだなみたいなことが発見できるので、それもすごく使いやすかったりします。でエピデミックサウンド、海外のサービスにはなるんですけれども、やっぱり僕ら日本人にとってすごくありがたいのが円による決済が可能になってます。で今ねちょうどまた円安が進行してるみたいで、気がついたらどんどん値段が上がってっちゃってるなんていうこともあったりするんですけれども、エピデミックサウンドであれば年間払いの月額換算でパーソナルプランであれば1500円、コマーシャルプランであれば3600円ポッキリで使用することができます。というわけでエピデミックサウンドも、今日僕が紹介している他の映像機材と同じようにね、映像クリエイターの方にはもう自信を持ってお勧めできるサービスとなっているので、もしねまだ彼らのサービス、使ったことがない、無料トライアルをしたことがないという方はですね、概要欄のリンクの方からチェックしてもらえればなというふうに思います。はい、というわけで、本日のスポンサーであるエピデミックサウンドの紹介でした。エピデミックサウンドさんいつもありがとうございます。はい、というわけで、じゃあ次の、機材いってみましょう。はい、じゃあ次に紹介したいのは、さっきも登場したこいつなんですけど、これがですね、いわゆる電動スライダーってやつで、アイフッテージの、シャークなんだっけ、シャークスライダーナノっていう、製品になります。でスライダーって本当にね、いろんな種類のものが Amazon とかで、出てくると思うんですけど、僕がなんでこれを選んだのかって、これがね二軸に対応してるんですよ。横方向にプラス、ちゃんとねパンですね。これが360度、連動して動くっていうことになっているので、カメラが一点の方向をずっとこう見続けたまんま横にこうスライドっていうような動きができるようになるんですよ。ジンバルとかでこうカメラ持って被写体の周りをぐるぐる回るじゃないですか。ぐるぐるっていうほどはもちろんこれは動かないんですけど、でもあれに近いようなちょっとオービット系のね動きができるので、やっぱりねそれができる電動スライダーがあまり多くないので、僕はこいつを使ってます。はい、でこのスライダーは、卓上で使うとだいたいこう20センチの幅で動くことができて、三脚に乗せて使うとその倍の40センチの幅で動くことができます。スライダーを使うときって意外とその20センチとか40センチっていう動きの映像を例えば10秒とか結構長い、尺で使ったりすると思うんですよ。でその動きをねジンバルで再現しようと思うと、なんか10秒とか15秒とかたった20センチ40センチの範囲をこうぐーっとね安定したこうカメラワークでできるかっていうとできないんですよ。
なんでやっぱりこの二軸が扱える電動スライダーの映像表現っていうのは結構唯一無二だなと思っているので、僕はこいつを使ってます。で、結構僕は映像で対応することが多いので、ちょっとね、そこそこでかいんで持ち運びは結構大変なんですけど、この間頑張ってスーツケースに入れて北海道まで持ってったりとかして使ってたんで、でもそれぐらい気に入って使ってるおすすめの製品になります。はい。で、次に紹介したいのが、こいつですね。これがファルカムでいいんだよね。ファルカムの、ホームページを見ると、水平垂直クイックリリース円形ハーフケージって書いてます。はい。よくわかんないですけど。でよくね、これカメラに取り付けて、三脚の上に乗せて、横とか縦とかをすぐ簡単に切り替えられるよみたいな、触れ込みで、見ることは多いと思うんですけど、僕はあんまりそういった用途にこれを使ってるんじゃなくて、ほんと小型の、カメラ用のケージとして使ってます。あんまりいろんな機材をガッチャンガッチャン、例えばモニターだとかなんだとかっていうのを、常につけてるっていうことはやっぱりないんですよね。写真撮りにくくなっちゃうんで。ってなった時にこれがめちゃくちゃ便利なんですよ。で、こいつ一体どういう風に使うかっていうと、まずね、これがね、こんな感じで、2つに分解できるんですよ。で、片方をこれカメラに取り付けます。レンズの部分に合わせて、こんな感じで、カメラに取り付けたらですね、先ほどのもう一つのパーツを、こんな形で取り付けることができて、で、この状態でもしっかりこうやってレンズは取り付けることができます。で、注目してほしいのはここの2箇所になるんですけど、こっちの部分はアルカスイスに対応しているので、さっきみたいに三脚に取り付ければ90度カメラを回転させるっていうことができるんですけど、それ以外にもナトレールだったりだとか、クォーターインチのネジ穴がついていたりするので、なのでここにグリップとかね、こんな感じで、簡単にね取り付けることもできるし、ここの横の部分も同じようにこういったタイプのやつを簡単にこうやって取り付けて、こんな感じでね、すぐに動画撮影機としていろんなものをガチャガチャくっつけるっていうこともできます。で、この状態から例えば写真を撮りたいなと思ったら、こうやってレンズを一回外してあげて、で、ここのロックを解除して、こんな感じでこれを取り外して、で、本当機動力高く、もうこれだけで写真を撮ったりすることもできるし、あとは引き続き動画を撮る場合でも、DJI とかのね、ジンバル、アルカスイス、このベースプレート部分は、アルカスイス互換になっているので、DJI のジンバルとかにもすぐに、こんな感じで取り付けて、ジンバルでの撮影もすぐ切り替えるっていうようなことができるので、これすごく便利じゃないですか。もちろん複数台カメラを用意して、写真は写真、動画は動画っていうんでもいいんですけど、1台でね、なるべくこなしたいっていう人にとっては、こうやって簡単に取り外して、もう動画でこれでガチで撮って、写真は写真で、これ取り外して使って、で、ジンバルに載せるとか、いろんなシチュエーションに対応できるっていうのは、すごく便利なアイテムなんじゃないかなというふうに思います。はい。で、最後に紹介したいのは、こちら。これはね、ブラックマジックの、クラウドストアミニっていう、いわゆる外付けの SSD ドライブになります。で、僕はね、動画ファイルのメインストレージは、これ以外にも別に、NAS を運用しているんですけれども、これはね、ちょっと試験的に今導入しているっていう感じになってるんですけど、でもそれでもすごく便利だったんですよ。何がね、その NAS と違うかっていうと、とにかく簡単なんですよね。NAS っていうのは、すごくいろんなことができるんですけど、あれはあれでもうほぼ独立したコンピューターなんですよ。なので、ネットワーク関連の知識とかがないと、うまいことセットアップするとか、あとは何かあった時に対応ができないっていうような、かなりちょっと専門知識が必要になってくるものになるんですけども、これは別に全然そんなことはなくて、本当単純に外付けの、SSD とかハードドライブとかと同じように、もうパソコンに、USB で、ブスッと挿すだけで、使うことができます。ただ、外付けの SSD とは何が違うかっていうと、こいつ、そのクラウドストアっていう名前の通り、簡単な設定でドロップボックスとか、あとは Google ドライブとかとシンクすることができるんですよ。なので、例えばこれを、撮影用データのメインストレージとして使っていれば、ちょっとした設定をするだけで、
ここに保存したデータっていうのはもう24時間常にドロップボックスと裏で同期するみたいなことができるんですよ。なので例えば動画編集なんかを外部の、エディターさんとかに委託してるみたいな人だったら、家に帰ってきて、撮影データをこの中の、ローカルデータとして、バックアップを取るだけで裏側でドロップボックスを通じて相手側のストレージにも、そのデータが送られるっていったような、使い方ができるし、あとはその誰かとね連携しなくても、僕なんかはやっぱりこう撮影とかで数日間家を空けるっていうことが結構あったりするんですよ。でそんな時になんかちょっとこうメールとかで連絡が来て、すいません〇〇〇のデータくださいとかいうことがあったりすると、その必要なデータをドロップボックスから選択してねダウンロードして、で外出先でもこのデータにアクセスできるっていったような便利さがあります。でもね、こいつをね、その動画やってる人全てに僕がおすすめですよってちょっと言いにくいのが値段なんですよね。こいつは 8TB の、SSD っていう、結構な容量ではあるんですけど、これで値段がですね、税込み約27万円するんですよ。結構いい値段しますよね。外付けハードディスクとしては。ただお仕事で映像を始めようっていう人にとってもう本当撮影したデータっていうのはもう命の次に大事ぐらいになってくるので、そうするともう本当に単純な外付けハードディスクに入れるっていうだけじゃなくて、何かしらのバックアップソリューションが必要だと思うんですよ。でそうなってくると、レイドとか NAS っていうシステムを検討し始めるかなと思うんですけど、ただあっち行くとやっぱり結局なんだかんだで30万とかが全然かかってくるんですよね。そう考えればこいつはレイドではないものの、そのクラウドとの自動的な同期ができるっていうことで、一つバックアップっていう意味ではちゃんと機能しますし、あとはやっぱり何といってもその、さっき言った通り設定が簡単だったりだとか、あとは複数人のね、人とコラボレーションがすごくやりやすいっていう、ものになっているので、そこがちょっとおすすめポイントかなというふうには思います。はい、というわけで今日はね、僕のおすすめ映像制作関連の、アクセサリーを紹介してきたんですけれども、正直ね、どのアイテム一つとっても、1本分のレビュー動画撮れるぐらいのものではあるので、若干ちょっと駆け足にはなってしまったんですが、これらの製品はね、どれを撮っても、特にワンオペでね、僕と同じようなスタイルで映像制作をしている人にとっては、どれもね、自信を持っておすすめできるアイテムとなっているので、もしね、もう少し詳しく知りたいという方は、ぜひね、それぞれの製品の、ホームページとかを見ていただければなというふうに思います。もしなんかもうちょっと掘り下げて聞きたいということがあれば、全部にはちょっと対応できないかもしれないんですけど、コメント欄の方に、なんか気になる点とかを質問してもらえればね、できる限り動画公開した最初のうちはね、答えていこうかなというふうに思うので、はい。というわけで、本日の動画は以上となります。はい、では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。